想像してみてください。地中海の日差しを浴びて白く輝く2500年以上の時を超えた大理石の神殿を。その荘厳な姿は、世界中の人々が共有する文明の原点であり、民主主義と哲学が生まれた場所の象徴です。ここはギリシャ・アテネ。古代の知恵と現代のエネルギーが複雑に絡み合い訪れる人々を魅了して、やまないヨーロッパ最古の首都です。この町の岩山に登れば、人類の英知が凝縮された黄金時代お肌で感じることができます。私たち旅行ストーリーテラーの旅の目的は、単に遺跡を巡ることではありません。この町のなぜを深く理解し、アテネという場所が持つ哲学的な深さと、現代のアテネの人々の情熱的な暮らしぶりを余すところなくお伝えすることです。もしあなたが歴史の重みに心震わせる旅を求めているなら、アテネは間違いなく生涯で一度は訪れるべき場所となるでしょう。この動画では、アテネの旅を最高に楽しむための決定版ガイドとして、古代遺跡の巡り方から現地グルメ快適な滞在に必要な実用情報まで、約30分間に凝縮してお届けします。ぜひ最後までご覧いただき、アテネの持つ古代からのエネルギーを感じて、次の旅の計画にお役立てください。アテネの魅力は何といってもその対比にあります。世界遺産であるアクロポリスの荘厳さと、その麓に広がる迷路のような旧市街プラカ地区の可愛らしさ。そしてその2つを取り巻く現代の熱い情熱を持ったアテネの人々の生活です。紀元前後世紀にペリクレスの指導の下で黄金時代を謳歌したこの都市は、人類史上初めて民主主義を生み出し、ソクラテスやプラトンといった偉大な哲学者を輩出しました。彼らが市場アゴラで交わした議論こそが、西洋の知的基盤を形作ったと言っても過言ではありません。アテネを訪れることは、単に過去を垣間見ることではなく、文明の進化の始まり、その現場に立つことを意味するのです。外中どこを歩いても一瞬にして、何千年も前の歴史に引き戻されるような感覚に襲われるでしょう。特に初めてアテネを訪れる方にとっては、アクロポリス周辺の歴史的建造物群を巡る3日間から4日間の旅程を推奨します。まずは、アテネという都市が持つ地理的、歴史的な背景を紐解きながら、旅の準備を進めていきましょう。この町は、ギリシャ本土南部の歴史的なアッティカ盆地に位置しており、アクロポリスの岩山が町全体を見守るようにそびえています。気候は典型的な地中海性で、夏は非常に暑く乾燥し、冬は穏やかで雨が多いのが特徴です。旅のベストシーズンは、何といっても春4月から6月上旬と秋9月から10月です。この時期は気温が摂氏18度から28度程度と快適で、日差しも心地よいため、屋外の遺跡巡りに最適です。特に春は野花が咲き乱れ、秋は空気が澄んでいて素晴らしい写真が撮れるでしょう。一方7月と8月は気温が摂氏30度を超えることが多く、遺跡の上は日陰がほとんどないため熱中症対策が必須となります。もし真夏に訪れる場合は、
早朝か夕方に主要な遺跡を訪れる計画を立てることを強くお勧めします。アテネの歴史を語る上で欠かせないのがその神話的な起源です。アテネという名前自体が知恵と戦いの女神アテナに由来しています。アテナと海の神ポセイドンがこの年の守護神の座をかけて争ったという神話は、今なお市内の至るところで語り継がれています。アテネが世界に名を馳せるのは、紀元前5世紀ペリクレスの黄金時代。ペルシャ戦争での勝利を経て、アテネはデロス同盟の盟主として力を蓄え、パルテノン神殿をはじめとする壮麗な建造物を次々と完成させました。この時期に市民による直接民主制が確立され、人類の歴史における政治思想の基礎が築かれたのです。この歴史的な深さが現代のアテネの文化にも色濃く反映されています。アテネの人々は議論と対話を愛し、カフェ文化が生活の中心にあります。人々はカフェで何時間もコーヒーを飲みながら友人や政治について熱く語り合います。一方で現代のアテネは歴史的な街並みだけでなくシリ地区や空夏地区といったトレンディでエッジの効いたエリアも持つコスモポリタンな大都市でもあります。ストリートアートがあふれ、伝統的な居酒屋タベルナとモダンなバーが共存するこの二面性がアテネの大きな魅力と言えるでしょう。公用語はギリシャ語ですが、観光地やホテル若者の間では英語が広く通じますので、言葉の心配はほとんどありません。通貨はユーロです。主要な店舗ではクレジットカードが使えますが、小さな市場や屋台地元のタベルナでは現金が必要となる場合がありますので、少額のユーロ紙幣を準備しておくと便利です。チップ文化についてですが、アメリカほど厳格ではありません。レストランではサービスが良ければ合計金額を切り上げたり5%から10%程度の少額をテーブルに残したりするのが一般的です。では、いよいよアテネの旅のハイライト主要な観光スポットを巡る旅に出かけましょう。アテネの観光は時間軸に沿ってアクロポリスを中心に巡るのが最も効率的で感動的です。この街を初めて訪れるなら、アクロポリスとその周辺の6つの主要遺跡をカバーするコンボチケットの購入を強くお勧めします。5日間有効で、個別に買うよりもはるかに安くチケット、ブースの長い列に並ばずに済むという大きなメリットがあります。アテネのシンボルアクロポリス。これは西洋文明の象徴であり、人類が到達した知性と美意識の頂点を示す場所です。紀元前5世紀に女神アテナに捧げられたパルテノン神殿を筆頭にイオニア式の柱を持つエレクテイオン勝利の女神ニケを祀る池神殿など見どころが集中しています。特に女性の姿を模した柱カリアティードで有名なエレクテイオンは、その繊細で優雅な姿が訪れる人々の心を捉えて離しません。ちなみに現在アクロポリスで見られるカリアティードは複製であり、オリジナルはすぐ近くのアクロポリス博物館で大切に保管されています。アクロポリス観光の最大の秘訣は時間帯です。日中の混雑と猛烈な日差しを避けるため、開場時間午前8時と同時に訪れるか、または
閉場間際の夕方4時以降を狙うことをお勧めします。夕暮れ時、白い大理石が太陽の光を浴びて、暖かなクリームゴールドに染まる瞬間は、息を飲むほどの美しさです。この感動的な景色は、家族連れでもカップルでもきっと忘れられない思い出となるでしょう。アクロポリスから少し下った南斜面には、イロドアティコス音楽堂があります。これは、西暦161年に建設された、ローマ時代の石造りの劇場で、驚くべきことに、現在もアテネ・エピダウロス・フェスティバルなどの文化公演に使用されています。アクロポリスの観光を終えたら、次に訪れるべきは、その麓に立つアクロポリス博物館です。この現代的なガラス張りの建物は、アクロポリスから発掘された貴重な司法を収蔵するために2009年に開館しました。博物館の最大の魅力は、上階にあるパルテノンギャラリーです。このギャラリーは、パルテノン神殿の元のサイズと向きに合わせて設計されており、フリーズ、彫刻体が展示されています。窓の外には、実際のパルテノン神殿が、そびえ立ち古代と現代が融合する感動的な空間となっています。また、館内の床の一部はガラス張りになっており、その下には建設中に発見された初期、キリスト教時代の集落の遺跡がそのまま保存されています。現代の建物の下に2000年前の生活の痕跡が広がる様子は、アテネの歴史の層の厚さを物語っています。アクロポリス博物館は、エアコンが効いた屋内施設ですので、夏の暑い日中の休憩場所としても最適です。館内で古代の芸術をじっくり鑑賞することで、屋外の遺跡巡りがより深く意味のあるものになるでしょう。次に巡るのは、民主主義が生まれた場所古代アゴラです。アクロポリスの北西に広がるこの広大な遺跡は、かつてアテネの政治商業社会生活の中心地でした。ソクラテスが市民に問いかけせ、パウロが説教を行った歴史的な舞台でもあります。アゴラの中でも特に注目すべきは、紀元前5世紀に建てられたヘファイストス神殿です。これは古代ギリシャの神殿の中で最も保存状態が良いものの一つと言われています。ほぼ完全な形で残るドリス式円柱の力強い姿は、2500年前の建築技術の素晴らしさを今に伝えています。また、アゴラ内にあるアタロスの中ロースとはオブアタロスは、紀元前2世紀の姿に忠実に再建された長大な建物で、現在はアゴラ博物館として機能しています。ここでは、当時の人々の生活を物語る日用品や彫刻などアゴラから発掘されたさまざまな遺物が展示されています。古代アゴラを訪れると、アテネの遺跡巡りがより高く的なものになるはずです。アクロポリスが神々への信仰を象徴する聖地であったのに対し、アゴラは人間が織りなす議論取引、そして民主主義の実践という日常の活気そのものを象徴しています。次にローマ時代の名残を探して東へ向かいましょう。そこにはローマ皇帝ハドリアヌスによって完成されたかつてギリシャ最大の神殿であったオリンピアのゼウス神殿の遺跡がそびえています。104
本あったと言われる巨大なコリント式の柱のうち、現在残っているのは、わずか15本ですが、その一本一本のスケールは圧倒的であり、ゼウス神殿が完成当時に放っていた壮大さを想像させるに十分です。このゼウス神殿のすぐ近くには、ハドリアヌスのアーチが立っています。このアーチは、古代ギリシャ都市とローマ皇帝ハドリアヌスが拡張した新しいローマ都市との境界線を示していたと言われています。ローマとギリシャ2つの時代を隔てる門として、歴史の移り変わりを象徴しています。さらに南東に進むと近代、オリンピック発祥の地、パナシナイコスタジアムが見えてきます。カリマルマロ、美しい大理石とも呼ばれるこのスタジアムは、紀元前4世紀の古代競技場の跡地に1896年の第1回近代オリンピックのためにすべて大理石で再建されました。4万5,000人を収容できるこの壮大なスタジアムに足を踏み入れ、大理石の観客席を眺めると、古代の熱狂と近代オリンピックの歴史が交差する瞬間を肌で感じることができます。さて、古代の遺跡を巡ったあとは、アテネで最もロマンチックな地区プラカを散策しましょう。アクロポリスの麓に広がるこの古い町並みは、神々の隣人と呼ばれ、迷路のように入り組んだ石畳の小道ブーゲンビリアが咲き乱れるネオクラシック様式の家々が特徴です。プラカ地区の中には、特に美しい隠れ家のような場所があります。それはアナフィオティカと呼ばれるごく小さな区画です。19世紀にアナフィ島から移住してきた職人たちが故郷のキクラデス様式で家を建てたため、まるでアテネの中心にいながらエーゲ海の離島に迷い込んだかのような夢のような雰囲気を味わうことができます。アナフィオティカは観光客も少ないため、プラカの喧騒から逃れて静かで、心安らぐ時間を過ごしたいカップルや家族に特におすすめの場所です。続いて訪れるのは、アテネの鼓動が聞こえるモナスティラキ広場です。ここはメトロの主要なハブであり、古代アゴラやローマアゴラの遺跡が現代の商店街と隣接する活気に満ちた商業の中心地です。特に週末に開催されるフリーマーケットは必見です。骨董品、古着、レコード、民芸品、あらゆるものが雑然と並べられ、にぎやかな売り声と人々の熱気が広場を包み込みます。モナスティラキ周辺には、アクロポリスを一望できる素晴らしいルーフトップバーが点在しています。夕方、このバーでカクテルを傾けながら、ライトアップされたパルテノン神殿を眺める時間は、アテネの旅の最高の締めくくりとなるでしょう。最高の夕日と夜景を求めるなら、リカビトスの丘へ向かいましょう。アテネ中心部で最も高い、この丘からは、街全体エーゲ海そして、アクロポリスの完璧なパノラマビューを360度楽しむことができます。丘の上までは、急な坂道をハイキングするか、ケーブルカー、フニクラを利用することができます。頂上の小さな礼拝堂やカフェからの眺めは、まさに息を飲む美しさです。古代遺跡だけでなく、ギリシャ美術の真髄に触れたい方には、国立考古学博物館が欠かせません。世界有数の古代ギリシャ美術コレクションを誇る
この博物館には、先史時代からローマ時代に至るまでの貴重な遺物が収蔵されています。特に有名なのは、ミケーネ文明の黄金の遺物、その中でもアガメムノンのマスクとして知られる黄金のデスマスクや、エーゲ海から引き上げられたポセイドン、ゼウスの青銅像など、教科書でしか見ることのできなかった至宝の数々を間近に見ることができます。また、現代アートや少しニッチな分野に興味があるならベナキ博物館やキクラデス芸術博物館もおすすめです。ベナキ博物館はギリシャ文化全般を広く扱っており、キクラデス芸術博物館では抽象的でモダンな印象を与える紀元前3000年の大理石の彫像群に出会えます。最後に、アテネの歴史を深く静かに感じたい方のためのおすすめスポットを一つご紹介します。それは、アクロポリス周辺のにぎわいから離れた場所にあるケラメーコスです。ここは古代アテネの陶工地区であり、古代の墓地でした。古代の城壁の跡や静かに佇む墓碑の彫刻群は、アクロポリスのような華やかさはありませんが、アテネの人々の生活と死生観を静かに垣間見ることができる瞑想的な空間です。ここからは、アテネの旅をスムーズにするための実用情報と食のハイライトをご紹介します。まず空港から市内へのアクセスですが、アテネ国際空港から市内中心部のシンタグマ広場まではいくつかの選択肢があります。最もおすすめで信頼性が高いのはメトロのブルーライン3号線です。約40分でシンタグマ広場に直行し、交通渋滞の影響を受けません。料金は9ユーロから10ユーロ程度です。次に、コストを重視するなら、24時間運行しているエクスプレスバス、95系統などがあります。こちらは5ユーロから6ユーロ程度と安価ですが、ラッシュアワーには1時間以上かかる場合があるため、時間に余裕が必要です。タクシーは定額制日中は約40ユーロで最も早いですが、最も高価な選択肢となります。市内の移動に関しては、主要な歴史地区が徒歩圏内にあるため、ウォーキングが基本です。歩きやすい靴は必須です。またメトロシステムは非常に効率的で清潔であり、主要な観光地へのアクセスはメトロが最も便利です。もしアテネに2日から3日以上滞在し、メトロを頻繁に利用する予定であれば 3day ツーリストチケット約22ユーロの購入を検討してください。これは市内交通に加えて空港への往復もカバーしてくれるため、非常に経済的で便利です。宿泊先を選ぶ際は、利便性と雰囲気を考慮すると、以下の3つのエリアがおすすめです。まずプラカ地区は、最も観光地に近く古代の雰囲気を味わえますが、値段は高く夜は少し騒がしくなる可能性があります。次にクーカキ地区は、アクロポリス博物館の近くに位置し、プラカよりも静かで、地元の生活を垣間見ることができるトレンディなエリアです。コスパの良い居酒屋も、多くより落ち着いた滞在を求める方におすすめです。そして夜の活気とマーケットを楽しみたいならモナスティラキ周辺のホテルが良いでしょう。交通の便も最高ですが、週末の夜は
特に騒がしくなることを覚悟する必要があります。アテネの美食は、旅の大きな楽しみの一つです。まず、絶対に外せないのが、スブラキヤギロスといったストリートフードです。肉を串焼きにしたスブラキや回転式ロースターから、そぎ落としたギロスをトマト、玉ねぎそして、爽やかなヨーグルトソースたざつきと一緒にピタパンに包んで食べるのは、アテネの昼食の定番です。座ってゆっくり食事をするなら、伝統的な食べるなで、ムサカを試してみてください。ムサカは、ナス、ひき肉そして、クリーミーなベシャメルソースを重ねて焼き上げた、ギリシャ料理の代表格です。また、新鮮なトマトきゅうり、玉ねぎに大きなフェタ、チーズの塊をのせ、オリーブオイルとオレガノをかけただけのシンプルなギリシャサラダ、ホリアティキも地中海の新鮮な味覚を堪能できる一品です。ギリシャのダイニングタイムは日本と比べて遅めです。昼食は午後2時から4時、夕食は午後9時以降に始まるのが一般的です。特に夏場は涼しい夕暮れ時にゆっくりと食事と会話を楽しむのがアテネ流のライフスタイルです。旅の安全情報として、アテネは一般的に安全な都市ですが、観光地や混雑したメトロ車内モナ、スティラキ広場などでは、スリが多発しています。貴重品は人目につかない場所にしまい、貴重品を入れたバッグは、必ず体の前に持つなど、細心の注意を払ってください。そして夏の遺跡巡りでは、熱中症対策が非常に重要です。遺跡の上には日陰がほとんどありませんので、帽子、サングラスそして大量の水は必ず携帯してください。アテネの水道水は一般的に飲用可能ですが、多くの地元住民は硬水を避けてミネラルウォーターを好みますので、心配な方はボトルウォーターを購入することをお勧めします。アテネの旅はまさに文明の根源をたどる旅です。古代ギリシャの哲学者たちが追い求めたよく生きるとは何か、民主主義が目指した理想の社会とは何か。歴史的な遺跡群を歩きながら、その問いに思いを馳せる時間は、この町での最高の体験となるでしょう。アテネは、ただ、美しいだけでなく、深い思考を促してくれる場所です。紀元前の遺跡の壮大さと、その周りに広がる、現代アテネの混沌とした活気が、訪れる人々の心に強烈な印象を残します。パルテノン神殿の完璧な美しさ、アゴラで交わされた熱い議論、そしてプラカの小道に響くタベルナのにぎやかな音楽、これらの記憶があなたの人生を豊かに彩るかけがえのない宝物となることを願っています。特に愛する人との旅であれば、リカビトスの丘からの夕焼けやライトアップされたアクロポリスを眺める夜景は、二人の絆を深めるロマンチックな瞬間となるでしょう。最後に重要なお知らせがあります。この動画は旅行情報の提供及びエンターテインメントを目的として作成されておりに、1026-1-5地点での情報に基づいています。観光地の営業時間、料金、アクセス方法などは変更される可能性がありますので、実際に訪問される際は最新情報を必ずご確認ください。また、この動画で使用されている画像の多くは、技術によって生成されたものであり、実際の風景や施設とは異なる場合があります。
実際の訪問体験の参考として、ご覧いただき詳細は、公式サイトや現地での確認をお勧めします。安全で快適な旅行のため、現地の法律や文化マナーを尊重し、十分な準備をされることをお勧めします。この動画が皆さんの素敵な旅の計画にお役立ていただければ幸いです。